やりたいことで生きていく。この言葉を聞くと、いい言葉だと思う人が多いと思います。しかし、このやりたいことをやる、好きなことをやるっていう魔法の言葉には、同時に危険性も潜んでいるんです。今日はやりたいことで生きていくことのリスクと、じゃあやりたいことをやるためにはどうすればいいかの解決方法をお話しします。どうも、旅する起業家のルキです。今回は僕自身も苦しんできて、これまで見てきた成果を出せない人にも共通する、やりたいことをやるという考えが持つ大きなリスクについてです。今あなたがやりたいことをやって生きていきたくて、それを実現するためにはどうしようと思っているなら、今日の動画はヒントになるかもしれません。第1章、やりたいことの2つの顔。やりたいことで生きていくと聞くと、表面では素敵で自己肯定感も上がって自分に素直に生きること。もちろんそんないい要素もあります。しかし裏の顔は、あなたの時間とエネルギーとお金を奪う存在にもなり得るんです。やりたいことって感覚的に思うことでもありますよね。野球がしたいなら野球部に入る。料理が好きだから料理をする。歌が好きだから歌手を目指す。この感覚的な部分が強いので、それが世の中にとって価値をもたらすかどうかをちゃんと見ないで追い求めてしまう可能性があります。そうなるとどうなるか。自分がやりたいことが世の中の需要と一致していない場合、それは単なる自己満足、趣味の範囲でとどまります。今回はあくまでやりたいことで生きていくこと、やりたいことで収益を生み出せるかがテーマなので、趣味で終わらせてはいけません。次に趣味で終わるか、ビジネスとして成立するのかを具体的な2つの例で見ていきます。第2章、やりたいことをやると危険な具体例。例その1、アーティストがやりたいことをやった場合。まず僕がやっていたアーティストの例で見ていきます。アーティストも分かりやすく、売れるアーティストと売れないアーティストの決定的な違いは歌のうまさだけじゃ語れません。需要に応えられているかどうかです。売れるアーティストは世の中のトレンドや需要を予測し、そこに当てに行く楽曲を戦略的に作ります。しかし売れないアーティストは自分たちがやりたい音楽をまずやろうとします。自分らしさ、やりたい音楽をやってる。そんなアーティストほど小さなライブハウスで集客もできず、バイト生活を余儀なくされて、気づいたら年を取っている光景を僕もたくさん見てきました。特に音楽は追求すればするほど玄人になるので、一般人が理解できないようになります。ここのギターのリフがどうでとか、ここで転調してとか、一般人にはわからないし、普通の人はシンプルに聴いていい曲かどうかが全てなんです。で、売れるアーティストはまず世の中の需要に応えてファンを確実に集めていきます。ファンとの信頼ができた後に、自分たちが本来やりたい楽曲をアルバムに何曲か入れていくんです。その時にはファンはこのアーティストの曲を聴きたいとなっているので、やりたいことにも需要ができている状態でビジネスとしても成立するんです。中にはやりたいことと世の中の需要が一致しているパターン、やりたいことに需要を生み出せる天才的なアーティストもいますが、本当ごく一部の例で、例その2、ラーメン屋がやりたいことをやりたい場合。これ僕の実体験です。飲食店の経営も分かりやすいんですけど、僕は当初昼のラーメン屋で正攻法で売れる店を作ることが自分のやりたいことでした。しかしオープンして3ヶ月、毎月50万円の赤字が続き、毎日冷や汗が止まりませんでした。外注している余裕もないので、僕は毎日店に出て皿洗いをして、どうしてこうなってしまったんだと泣きそうになってました。今までは働いたらその分の給料ももらえることが当たり前だったのに、働いても給料取れず、むしろお金は減っていく。細かい針でチクチクされているような感覚が毎日ありました。僕はやりたいことをやろうとした結果、ピンチを自ら招いたんです。で、このままじゃまずいと市場を分析して戦略を考え、夜営業を始めていったんです。そうすると夜営業はラーメンだけじゃなく、お酒を飲んでくれたりおつまみを頼んでくれるので、客単価が上がっていきました。その結果、店は4ヶ月目から黒字転換。今はオープンから2年で初期投資を回収できるくらいの店に育っています。これも頑固に昼のラーメン屋で勝つんだと、やりたいことを最優先にして方針を変えなかったら、今頃は借金2000万円くらいで閉店してた可能性が高いです。当初は夜営業のラーメン屋をやりたいわけじゃなかったけど、そこに転換してからビジネスとしてもうまくいきました。その結果、僕も自信がついたし、時間もできたし、従業員にボーナスを出したりできるようになったんです。で、夜営業の売上基盤があるからこそ、本来やりたかった昼の営業も今リスクなくできるようになりました。やりたいことをやるという魔法の言葉のリスクが身に染みたと同時に、もともとやりたくなかったことでも結果が出ると印象が変わることが分かりました。やりたくないことでも人から感謝されたり、数字として結果が出始めると、不思議とその作業にやりがいを感じ始めるんです。結果を出せると、やりたくないことをやる苦痛から勝つための快感に変換させることができます。
ます。それほどいい結果が出るとインパクトがあるんです。で、やりたいことをやってるけど結果が出なくて結局やめてしまうことの方がきついんです。ではここからじゃあやりたいことをやるためにはどうすればいいのかを話していきます。第3章、やりたいことで生きていくための4つのステップ。ステップ1、やりたいことの解像度を上げる。今回のテーマがやりたいことで生きていくということなので、やりたいことが収益を生み出す必要があるという前提があります。多くの人がこのやりたいことっていうのは感覚的に感じていることで戦略的に見れてないこともあります。あなたがやりたいことは将来的に価値を生み出すか、どうすればそれで収益を生み出せるのか、収益は他で生み出してやりたいことを自由にできるようにするのか、そもそも本当にやりたいことなのか、このやりたいことへのクエスチョンをノートに書き出してやりたいことの正体の解像度を上げてみてください。ステップ2、自分らしさがなくなるという幻想を捨てる。ここではエゴ、根拠のないこだわりを捨てることが実は本当の自分らしさへの近道であることを説いていきます。やりたくないことをやるイコール自分をなくすことと思われがちだし、思っている人多いと思います。僕もそうでした。でも実際は逆で、お金も時間も少ない中でやりたいことにこだわって結果は出ないけど自利品になる方が結果として生活のために自分らしさを抑えて働く時間が長くなります。僕の例でいくと、ラーメン屋なのに居酒屋みたいな夜営業なんて自分たちらしくないというエゴがあった。でもそのエゴの結果自分が苦しんだ。それを捨てて需要に応えた瞬間、店が残り生活が安定し社員の生活を守り、結果として今の自信がついた僕が存在できています。ここでお伝えしたいのは、手段に自分らしさを求めないこと。目的を達成するために手段は徹底的に市場を見て需要に合わせること。それができる人が最終的に自分らしさを表現できる自由を手にできるんです。ステップ3、時間と資金の土台を戦略的に作る。ここではやりたいことをやるための土台を作る具体的なアクションを提示します。まず今持っている武器で戦い方を変えること。今のあなたが持っているスキルを活かしてより高単価、あるいは場所と時間に縛られない働き方にシフトしていく。例えばフルリモート可能な職場へ転職できたら、業務を早めに終わらせたら自由な時間ができるし、移動の時間も化粧も身だしなみに使う時間も削減できます。あとは同じ業務内容でも今より給料が高い会社を選ぶなど、これで今以上に時間と資金を加速させます。次に新しい武器を手に入れること。これは今そこまでマネタイズできる武器がないという人は、やりたいこととは無関係でいいので、需要が高く短時間で効率よく稼げるスキルを新たに身につけることも有効な一手です。そして無駄な出費を減らすこと。無駄な出費があるとその分働かないといけなくなります。見栄の買い物や使ってないサブスクなど削れる出費はカットしましょう。やりたいことをやるには時間と資金が必要なので、まずそれができる環境の見直しと再設計を行いましょう。ステップ4、自分がやりたいことをすでにやっている人を徹底的にパクる。ここでは自己流を捨てて勝てる方を徹底的に真似する重要性を説きます。ゼロから勝ち方をひねり出そうとするのは、地図なしでスマホなしで旅に出かけるようなもんです。すでにあなたがやりたいことの分野で生きている人は市場で勝てる答えを知っています。その方を完コピするのが最短ルートです。ここでも分岐点で結果を出しやすい人は素直にすでに成果を出している人の話を聞きに行ったりアドバイスを聞いて実行します。しかし結果が出ない人は自己流にこだわり、話も聞きに行かないし、聞いてもでも自分はこうという自己流にこだわります。なのでこの成長の妨げとなるエゴはステップ2で全て捨てておいてください。真似はダサいことじゃありません。成功の再現性です。真似は自分をなくすことじゃありません。将来的に自分らしさを出すための手段です。ノーノガールズのオーディションで歌手のちゃんみなさんが言ってましたが、自分らしさを自由に表現したいなら一度型にはまる必要があるんです。自分が目指す人生をすでに手にしている人を見つけて、その人の発信内容、考え方、時間の使い方を徹底的に分解して模倣する。できれば直接つながることがベストです。最後に僕の話をします。今回なぜこの動画を作ったかというと、僕自身が長年やりたいことで生きていくという呪縛にとらわれていたからです。自分らしく生きたい、その他大勢と同じは嫌だと、やりたいこと、20代はアーティスト活動を最優先にしていました。当時はそれをかっこいい生き方だ
だと信じ、無理やり自分を肯定していたんです。昔の僕はやりたいことを追いかける自分に酔っていただけでした。でも現実は金なし、時間なし、仲間も最終的に離れていった。理想と程遠い現実が待っていました。中にはそれでチャンスをつかむ人もいると思いますが、僕はそうではなかった。もちろんやりたいことで生きていく。自分らしい人生は今も僕は大事にしている考え方です。しかしチャンスをつかむ実力がなかったのと、順番を完全に間違えていたんです。それから僕のやりたいことは海外に移住して人生を本質的に豊かにする情報を発信したいことへ変わっていきました。当時は28歳くらいで、その時にやりたいという感情だけで海外に飛び出していたらお金が尽きて今頃強制帰国していたと思います。しかし今僕が念願の海外生活を実現できているのは、やりたいことや自分らしさを一旦横に置いて、5年間人が楽をしている時間にも欲を抑えて学びを積み重ね、ベンチャー企業でリモートスキルという武器を手に入れ、自分が稼働しなくても回るビジネスを作れたからです。その時の感情に身を任せるのは一時的な自由ではあるけど、長期的な自由ではないことを知り、戦略的に土台を作ることこそが本当の意味でやりたいことをできるための方法だと自分の人生で気づきました。もしあなたがやりたいことで生きていきたいなら、今日の動画で説明したことをあなたの人生でも活用してみてください。やりたいことで生きていくまでは思っていないけど、やりたいことをできる時間は増やしたいなと思う人にも参考にはなると思います。ぜひあなたの感想や意見などあればコメントで教えてください。このチャンネルではこれからも旅と人生にまつわる動画や世界の実業家たちのためになる情報、そして自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見てくれているあなたはさらに自己成長できるすごい人です。共にいい人生にしていきましょう。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。